狭い。ここをバスがバンバン通るわけですけども、この先になんですけども交差点がありまして、右へ曲がると乗鞍高原へ向かう道がございますですけど、そのトンネルとトンネルの間にあるんですね。でまあそこを右折したいわけじゃないですか。僕は乗鞍高原へ行きたいんだみたいな感じでね思うわけですけども、右へ行かせてくれないというねというか右折するためになぜか 1400m ほど行かなきゃいけないという、ここですね。ここ右へやったらダメなんですよこれね。もうさようならって感じだけど、何っていう話ですよね。でまあとりあえず進んでみましょう。で今はもう松本乗鞍って下に書いてありますけど、それはまっすぐでいいんですけども、そっか、乗鞍か、乗鞍高原の道はもうはるか向こうじゃないですか。じゃあどうやって右折すんだよバカ野郎って話ですよね。そしたらこれが答えなんですね。この上の看板見てもらいますと、ここに変則的ななんだこれはって、これ結構なんだこれですよ。こんな日本でなかなかないと思うんですよね。親子滝交差点ってなりますけども、この交差点が特殊なんですよ。なんていうかねさっきの、前川戸交差点になるんかな、そこの右折路はここみたいな話ですよ。ちょっと言い方を変えるとね。でこうなって、でこれ止まれマークないんだね。合流なんだ。でまっすぐ行くわけですよ。でまたこうね、なかなか渋く狭く、前からトラック同士とか来ると狭さわかるんですけども、これがね狭いんですよ。そして先ほどの右へ曲がれなかった交差点、こちらの方からやっと右折するために左折するみたいなちょっと日本語の言葉をちょっとね遊んでみましたみたいな感じですけど、すごいね。ここね、前川戸交差点、トンネルとトンネルのこの交差点こちらですけども、でここでようやく右折ができるわけです。左折ですけど右折です。もうちょっとまっすぐ行こうか。でせっかくなんでなんかネタがあればというね。で乗鞍口ツイート、ここも狭いね。なんかこの先行くとなんか面白いことありますかね言ってみたら今の話題が一番あれがメインの話題だったんですけども、これ狭いよねこれね。この先は私何のリサーチもしてないんですけども、なのですけど、これなんか右になんかあるぞ、脇道みたいなのがあるけど、でもこれもともと道やったんかもしれないですねこれね。なんか昔特になんかあったわけではないみたいですね。ここは何もなさそうですね。じゃあ前川戸交差点戻ってきました。降りてみよっか。なんかあるかもしれないから。トイレだ。ありがたいですね。じゃあ降りてみました。前川戸交差点、謎の右折できない交差点。要するにここなんですけども、トンネルとトンネルの間狭くて、右折レーンができない。結局トンネル幅がこの幅しかないんですよ。中型トラックでも結構いっぱいいっぱいで走ってってらっしゃいますけども、そんなんでそこの右折レーンが取れない。結局トンネルを克服しなきゃ右折レーンできないし、結局このような感じで右折専用のこの交差点みたいな変なものを作られた方が交通の便としてはいいという判断だったんですよね。
でこのトンネルなんですけども、この通り狭い、歩くんでもこれ怖いですね。こんな感じだから、ほら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 、こんなん結構大変やと思いますよこれマジで。今向こうもトラック行き来がするけど、もういっぱいいっぱいって感じだね。本当右折するために 1400m を走らなければいけない謎の交差点でございました。まあいろいろと面白いトンネルですけども、目の前にも災害用って書いてあるけど、なんだろうね、災害用ってこのくるくるとかなんだこれ、結局中で非常ボタンを押した場合にぐるぐる回るのかな、なんか書いてあるか、あ、事故発生って書いてあるな。まあそういったちょっと変わった交通ネタでございました。ということで、まだまだ続くよ長野の遠征の動画でございます。チャンネル登録と通知のベルマークを押しておいてくださいね。よろしくお願いします。ではバイバイ。